ここはドルドーニュ。南西フランスにあるボルドーから東に電車で約1時間。先史時代から残る歴史と遺跡。美しい中世の街並みとたくさんのお城。美食家たちもうなるグルメ。広大な自然とドルドーニュ川。私はここでイギリス人の旦那さんマークと暮らしています。便利ではありませんが豊かな暮らし。私の名前はアキです。縁もゆかりもないこの土地で出会ったドルドーニュの魅力と素朴な田舎暮らしをお届けします。我が家のアジサイを使ってこちらのテーブルランナーを作りました。とても簡単にできて作るというほどのものではありませんが、皆さんもよろしければやってみてください。この日はマークに頼まれて伸びすぎたアジサイを切る作業をしました。こちらはお客さん専用の入り口ですが、こんな風に少し邪魔になってしまっています。アジサイの剪定はいつも10月頃にやります。アジサイの剪定はとっても簡単で、終わった花の茎を切るだけです。どんどん巨大化するので、かなり根元の方から切っていますが、それでも毎年、前の年より大きくなっていると思います。私は切る位置もほとんど考えず、思い切って切っていますが、目安としては、次の茎が伸びてくる小さい芽は、刃と刃の間にありますので、これを残したい位置の上で切るだけです。では、今切ったこちらのアジサイを使ってテーブルに置く置物を作ろうと思います。今回私が使用するのはこちらのワインの木箱が家にありましたので、これを使います。本当はテーブルランナーみたいに長く作りたかったのですが、ちょうどいい箱がなかったので今回はこれにしました。もちろん皆さんも、こんな箱ではなくて、花瓶だったりお好きな食器などに飾ってもとても可愛いと思いますので、ぜひやってみてください。お水を入れたバケツにオアシスを浮かべます。必要な場合は、はじめにお手持ちの入れ物のサイズに切ってから使う分だけを水につけます。ぎゅっと手で押し込んでしまうと上手に吸収されないようですので、水面に浮かせるだけで大丈夫です。1、2分すると濃い緑色になり、吸水していることがわかりますので、こちらで完了です。木の箱が湿ってしまわないようにビニール袋をかぶせました。少し両端に余白ができましたが、お花で隠れるので大丈夫です。ここからが楽しい作業で、あとは好きな場所に好きなお花を挿していくだけです。私はできるだけ木箱も隠れるようにしたかったので、葉っぱも使いました。この辺りは8月頃になるとこのようなアンティーク調の色に変わるアジサイもあり、また違った雰囲気を楽しむことができてとっても素敵です。こちらの箱の大きさですが、18センチ ×33 センチの箱を今回使いました。
アジサイの花の大きさにもよりますが、この1つでだいたい13から15本のアジサイを使っています。お天気がいい日が続いていて、あまり花に元気がない場合は切ってから一晩お水につけておくといいかと思います。私はこちらをダイニングテーブルの上に置いて使う予定です。また今の時期は夜が10時頃まで明るいので、外で食事をとることが多いです。お友達が来てくれた時などテーブルを華やかに飾れるかなと思っています。そしてこちらの保管場所ですが、できる限り直射日光の当たらない場所に置いておこうと思います。そうすることで、もしかしたらこのアジサイがいい具合に乾燥していくのではないかなと思っています。こちらのアジサイのテーブルランナー作ってみようかな、もしくは素敵だなと思ってくださった方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。こちらはバードバスといって鳥が水を飲んだり水浴びをしたりするために使うものです。今から3年前ぐらいにマークの誕生日プレゼントに買いましたが、まだ誰も使っているのを見たことがありません。すぐそこに川があるので必要ないのかなと思っていたんですが、最近思いもよらないものを使っていることに気づきました。それがこちらです。これはプランターのお皿ですが、風に溶かされてここにたどり着きました。その後雨水が溜まっていて、どうやらそれを使っていたようで、雨水が乾燥してなくなってしまってからも時々このトレーの上に鳥がいることを見てから、お水を足してみました。そうすると水浴びを頻繁にするようになったので、今ではこれを使っています。ここを利用する鳥はなぜかこのクロウタドリという種類の鳥しか見かけません。彼らはなかなかフレンドリーで家のすぐ近くに巣を作っているみたいです。この子は羽が少ないのでまだ子供かなと思います。ちなみにオスは全体が真っ黒でオレンジ色のくちばしの姿ですので、この子も先ほどの子もメスだと思います。エピソード3では私の地元のマルシェを紹介しましたが、今回の動画では隣町のマルシェへご案内します。この町の名前はサントファラグランド。約700年前の中世の建物が残り、とても美しい町並みです。この町の一番の見どころは何といってもフランス人の好きなマルシェ1位にも選ばれたことのあるこのマルシェです。毎週土曜日の朝に行われ、地元の方はもちろんたくさんの観光客の方でにぎわいます。それでは早速マルシェの中心部へ行ってみましょう。私たちのお友達や家族は必ずと言っていいほどここへ案内していて、みんなとっても喜んでくれます。マルシェではお花、植物の苗、そしてもちろん様々な新鮮な地元の食材が売られています。
チーズもたくさん種類があり、量り売りです。どれも美味しそうで、ついいろいろと買いすぎてしまい、お会計の時にびっくりすることがあるのは、マルシェあるあるですので、お気をつけください。今日は何やら楽器を演奏している人がいます。なんと巨大なロバです。何を買いに来たのでしょうか。さて、話がそれてしまいましたね。このエリアの特産物フォアグラももちろんあります。そしてこちらは動物も売られています。私はこれはいつも見るだけです。いかがでしたか？何度来てもワクワクして楽しめるおすすめのマルシェです。もっとマルシェにゆっくり滞在したいなと思ってくださった方は、ぜひ高評価、コメントで教えてください。こちらの動画もご視聴くださりありがとうございました。